皆さん、こんにちは。みきこです。今日はお花見の歴史について話したいと思います。皆さん、お花見を想像してみてください。どうですか？きっと桜の木の下でお弁当を食べて楽しんでいるところを想像したんじゃないですか？はい、その通りです。現在のお花見はそうですね。そんなお花見文化はいつ始まったんでしょうか？気になりませんか？なぜお花見をするようになったんでしょうか？そんなお話を今日はしますね。さて、お花見が始まったのは平安時代だと言われています。平安時代は今から約1000年前です。もともとは貴族がお花見を楽しんでいたそうです。貴族とは身分や家柄が尊い人のことです。身分や家柄が高いということですね。そしてびっくりするのが、お花見の花は桜じゃなかったということです。でしょ？さて、何の花でしょうか？なんと、梅の花です。当時、中国との交流が盛んで、中国から日本へやってきたそうです。そして、梅を庭に植えるのが定番になったそうです。その後、日本独自の文化が重要視されるようになって、梅から桜を鑑賞する形に変化していったそうです。貴族の行事だったお花見は、鎌倉時代になると武士にも広がっていきました。武士とは武器を持って戦う男性のことです。そして庶民もお花見を楽しむようになったのは、さらに後の江戸時代になってからだそうです。この頃には賑やかな宴会型のお花見になり、身近な場所で気軽にお花見をするようになって、春の娯楽として広がっていきました。お花見の歴史について簡単にまとめてみると、お花見は約1000年前の平安時代に始まって、貴族に楽しまれていたものでした。その後、武士が楽しむようになって、庶民にも広がっていきました。最初は中国から入ってきた梅を楽しんでいましたが、日本独自の文化が重視されるようになってからは、桜の花を鑑賞するようになりました。でね、実はお花見には別のルーツもあるんです。それは農民の間で行われていた豊作祈願のお花見です。春になると山から里へ降りてくる他の神様をお迎えするという行事です。他の神様というのは他を守る神様のことです。昔から他の神様は桜の木に宿ると考えられていました。桜の開花は他の神様がやってきた印となるため、桜の下で他の神様の到来を祝ってもてなしていたそうです。要は桜の木に宿る他の神様に豊作をお願いしていたんですね。桜の開花具合でその年の収穫を占ったり、農作業の準備を進めたりもしていたそうです。ただ単に綺麗な桜の下で楽しくご飯を食べるのもいいですが、ちょっとした歴史を知っているともっと楽しくなりますよね。最後に花火で食べる定番の食べ物を紹介したいと思います。まずはお花火弁当ですね。私のお弁当の定番は唐揚げ、卵焼き、ウインナーです。多分多くの日本人は共感してくれると思います。あとは彩りのためにミニトマトやブロッコリーなど赤や緑の野菜を入れます。自分で作るお弁当もいいですが、駅の売店で売っているお弁当を買うのもいいと思います。私は大阪出身なので、大阪の話になりますが、大阪だとお花見シーズンは
大阪城公園の駅を降りると、たくさんお弁当が売っています。それを買って食べるのもいいですね。それから、この時期は桜餅や三色団子が美味しいです。桜餅はあんこが入ったお餅を桜の葉の塩漬けで包んだ和菓子です。塩漬けのしょっぱさとあんこの甘さが口の中で合わさってとっても美味しいです。三色団子は桜色、白、緑色の団子がそれぞれ1個ずつ串に刺さった団子のことです。この3色が使われている理由については諸説あるみたいですが、白は雪の白を表していて、冬の名残を意味しているそうです。桜色は春の喜びを意味して、よもぎの緑は夏の兆しを表しているそうです。花と団子という言葉が出てきたので、一つことわざを紹介して終わろうと思います。花より団子ということわざです。花を見て楽しむよりも団子を食べる方が良いという意味です。見た目や品格よりも実質や実利を重視することの例えです。簡単に説明すると、見た目の美しさよりも団子を食べるような実利を選ぶ方がいいよねということです。はい。ということで、今日はお花見の歴史から花より団子のことわざまでお話ししました。いかがでしたか？何か質問などがあればコメントくださいね。ほな、またね。